六代目山口組若頭補佐竹内輝明。アメリカ政府までもがその存在を危惧した恐ろしい男である。竹内は六代目山口組の実質的ナンバー3の立場にあり、六代目山口組組長司忍と若頭高山清の出身団体である弘道会の3代目会長を務める男である。彼はナンバー2である高山からの信頼も厚く、7代目山口組組長の最有力候補とされていた。そもそも竹内が頭角を現したのは高山との出会いがきっかけであった。高山は山口組の中でも圧倒的な存在感を持つ男であり、4000人以上の組員を束ねる弘道会を約26年もの歳月をかけて築き上げてきた。警視庁の報告書にもその名が記されているほどの大物である。そんな高山がなぜ竹内という男に絶大な信頼を寄せたのか。その理由は竹内の類い稀な才能にあった。冷静な判断力と卓越した統率力、そして何より組織のために自らを顧みない献身的な姿勢である。高山はその才能を見抜き、竹内を自らの右腕として育て上げていった。竹内もその期待に応え、瞬く間にヤクザ界の頂点へと上り詰めていく。特に警察の取り締まりを巧妙にかわしながら組織を拡大させていった手腕は驚異的である。弘道会という巨大組織を操り、さらなる高みを目指す男竹内輝明とは一体どのような男なのか。そしてどのようにしてこれほどの影響力を持つに至ったのか。今回はその全貌に迫っていく。三重県の寒風吹きすさぶ昭和35年2月19日、一人の男の子が産声を上げた。その男が竹内輝明である。幼少期の竹内の記録はほとんど残されていない。しかし10代の頃から地域で名の知れた存在になっていく。仲間からは輝の一文字で呼ばれ、カリスマ的な存在として恐れられていたという。竹内には他の不良たちとは一線を画す圧倒的な存在感があった。単なる腕力ではない、周囲を従わせる不思議な力を持っていたと言われている。竹内の人生の転機は20歳の時に訪れる。愛知県に居を移した竹内は神谷一家の二次団体である独立組織への加入を決意する。これが後の山口組を動かすことになる男のヤクザ人生の始まりだった。若いにもかかわらず的確な判断力と冷静な行動で周囲の信頼を集めていったことで、組織の中でも竹内はみるみる頭角を現していった。そして彼の才能はやがて上層部の目にも留まることとなる。だがこの時点では誰も竹内の将来を予想することはできなかった。その運命を大きく変えることになったのが、当時良心会の理事長であった高山清との出会いである。当時の高山は若くして頭角を現し、新進気鋭の幹部として名を馳せていた。彼の組織運営の手腕はすでに山口組内でも高い評価を得ていたのである。竹内の潔い物言いと凛とした態度は当時の高山の心を強く揺さぶることとなった。そして高山は竹内に対して良心会への移籍を打診する。竹内を自身の組に入れることで右腕として育て上げることを高山が決意した瞬間だった。やがて竹内は頭角を現していくことになるが、彼には大きな試練が立ちはだかる。昭和から平成へと時代が移り変わろうとしていた1984年、竹内は暴力団抗争史上最も過酷と呼ばれる事件に巻き込まれることになる。それが山一抗争である。この抗争における竹内の活躍が今後の彼の運命を大きく変えることになるのだ。暴力団抗争史上最も凄惨を極めた抗争と呼ばれるこの事件は、4代目山口組組長の座をめぐる権力闘争から始まった。当時山口組若頭であった竹中正久と組長代行であった山本博の後継者争いが勃発したのである。この抗争では317件もの事件が発生し、死者は計29名、負傷者は70名にも及んだ。さらに一般市民や警察官の負傷者も出すという、まさに戦慄の抗争となった。後継者争いに敗れた山本が山口組から離脱し、一和会を立ち上げたことで抗争は混沌を極めていく。そしてとうとう最悪の事態が起きてしまうのである。一和会系の後藤組組長後藤英二の指示によって4代目組長の竹中が暗殺されたのだ。
同じ山口組の出身者に組長が暗殺されるという前代未聞の事態にヤクザ界は震撼する。そしてこの時、山口組は竹中を暗殺した後藤組への報復を決意する。その最前線に立ったのが竹内輝明であった。当然ながら後藤は山口組側の報復を恐れ、身を隠していたことから、竹内は手始めに後藤組若頭吉田清澄の拉致を敢行する。暗殺の首謀者である後藤の居場所を吐かせるためだ。しかし極道としての意地を貫く吉田は、過酷な拷問を受けても後藤の居場所をしゃべることはなかった。そこで竹内は思い切った判断を下す。後藤組に対し、吉田の命の保証と引き換えに組織の解散を要求したのである。この決断は後藤組を刺激し、抗争にもなりかねない危険な要求でもあった。しかしこの判断が功を奏する。最終的に後藤は配下の組員に組の解散届を三重県警津警察署に提出させ、山口組本部には詫び状を送付した。竹内の思い切った決断によって竹中組長の敵でもあった組織を壊滅に追い込んだのである。この手腕は山口組上層部からも高い評価を受けることとなる。山一抗争での采配は竹内の暴力団としての評価を不動のものとしたのである。それは単なる暴力的手段による解決ではなく、冷静な判断力と戦略的思考によるものだった。この事件以降、竹内の名は山口組内で急速に広まっていく。まさに山一抗争は竹内輝明という男の真価が問われた瞬間だったと言える。この功績により竹内は山口組内で重要な地位を確立していくことになる。特筆すべき彼の能力はいざという時の判断力の高さである。山一抗争では相手を追い詰めすぎず、確実に組織を壊滅に追い込むという活躍を見せた。こうした判断力の高さが後の竹内の急速な出世を支える大きな要因となっていくわけだが、竹内の出世の道筋を作ったのは良心会で彼を育て上げた高山であった。高山は山口組の中でも異彩を放つ存在だった。六代目山口組組長司忍が2005年から2011年にかけて府中刑務所に収監されていた際に、高山は組長代理として事実上の最高指導者となっている。当時まさにヤクザ界の帝王とも呼ぶべき存在であった。高山は山一抗争での竹内の手腕を高く評価しており、高山が上のポストに就くのと同時に竹内もどんどん取り立てられていくことになった。1993年、竹内は弘道会傘下の高山組の若頭に就任する。高山との信頼関係はここでさらに深まっていき、2001年に竹内は高商組を結成する。高山との名前から1文字ずつ取った組織名には竹内の並々ならぬ忠誠心が現れていた。そして2005年、高山が弘道会の2代目会長に就任すると、竹内は高山組の2代目組長となる。さらに竹内の影響力は山口組内だけにとどまらなかった。2006年、関東最大規模を誇る稲川会の最大二次団体である山川一家の若頭内堀和也と義兄弟の契りを交わす。この杯は竹内の影響力を東日本にまで広げる重要な転機となった。内堀もまた後に稲川会の会長となる人物である。まさに東西のオスが手を結んだ瞬間でもあった。高山組の組長に就いた竹内は高山の側近として職務を補佐し続けていた。こうした彼の活躍は山口組内でも評価され、いつしか竹内は高山の子分中の子分と評されていた。高山は竹内のことを自身の右腕として信頼しており、竹内なしには弘道会の発展はなかったと認めている。こうして竹内は着実にヤクザとしての地位を固めていった。ただ存在感が増すにつれて竹内の存在は警察からも危険視されるようになり、警察は竹内の素性を徹底的に調査するようになっていた。しかし竹内の用心深さは並々ならぬものがあり、決定的な証拠をつかむことは困難を極めたそうだ。そんな竹内の慎重な行動は高山から学んだものだと言われている。高山は常々目立つことなく実力を蓄えることの重要性を竹内に説いていたのである。その教えを忠実に守り続けた竹内は着実に力を蓄えていったのである。他にも竹内輝明の人間性を知る上で見逃せない出来事がある。
それは元プロ野球選手清原和博との関わりである。2007年、当時オリックスバファローズに所属していた清原は神戸市内のクラブのホステスに乱暴を働いた。その店のママは山口組系の組長と親しい関係にあり、事態を重く見た清原は当時力を持っていた山口組若頭の高山に助けを求めた。この出来事をきっかけに清原は弘道会と関係を深めていく。特に当時弘道会ナンバー2だった竹内のことを清原は親分として慕っていたと言われている。野球界きっての豪傑である清原でさえも竹内には頭が上がらなかったのである。しかし竹内は単なる恐怖で人を従わせる存在ではなかった。部下への対応にも独特の哲学があった。ある時高山組の組員が悪さをした組員を逃がしたことがあった。そのことを知った竹内は逃がした組員を呼び出して罪の是非を問いただした。当然竹内の性格であれば罪を犯した組員を許すはずがないと思われた。しかし意外にも彼は正直に過ちを認めた部下の目の前であえて問いただした罪を水に流し新たなチャンスの機会を与えたのである。竹内のリーダーシップは恩と脅しの使い分けが絶妙だった。時に厳しく時に慈愛に満ちた態度で部下を導いていく。その姿勢は弘道会の組織力を著しく高めることになる。実際竹内が関わる組織の結束力は異常なほど強いと言われている。組員たちは竹内のために命を懸けることも厭わない。それは竹内自身が組織のために自らを顧みない生き方を貫いてきたからだ。己を正し部下に範を示す、その生き様は多くの人間の心を揺さぶってきた。さらに竹内は卓越した先見性の持ち主でもあった。組織の未来を見据えた判断力は高山をもうならせたという。竹内のこうした人間性はやがて山口組全体を動かす大きな力となっていく。また彼の出世は山口組という組織の大きな変革と密接に関わっていた。2013年、竹内は6代目山口組の直参へと昇格する。そして当時恐喝事件で懲役6年が確定した高山清より跡目を譲られる形で弘道会の3代目会長に就任する。これは単なる出世話ではなく山口組の権力構造の変化が背景としてあった。前の5代目組長渡辺義則は山県組の出身である。当時山県組は現在の弘道会をしのぐ勢力を持つ組織であり、山県あらずんば山口にあらずと言われるほどであった。まさに暴力団業界全体のトップブランドとして当時は君臨していたのである。しかし2005年8月、6代目山口組組長に弘道会出身の司忍が就任する。これまでの山口組では組長とは別組織の幹部が若頭に就くのが通例であったが、6代目体制では若頭に弘道会会長の高山清が就任する。トップ2が共に弘道会出身という異例の事態となったのである。山口組の権力の中心はこれにより山県組から弘道会へと完全に移行した。弘道会による支配体制が確立すると組織運営も大きく変化していった。上納金と呼ばれる会費の大幅な値上げが行われるようになり、さらに人事面でも弘道会色が強まり、組織内に不満が充満していった。司と高山による独裁的な運営体制は山口組の伝統を大きく揺るがすものだった。そして2015年8月、ついに重大な事態が起こる。山県組を最大勢力とする13の組織が6代目山口組から離脱し、3代目山県組組長井上邦夫を組長として新たに神戸山口組が結成されたのである。この分裂の背景には長年続いてきた山県組と弘道会の深い確執がある。その詳細については非常に複雑な経緯があり、また別の動画で詳しくご紹介したいと思う。この分裂騒動の中で竹内は重要な役割を果たすことになる。2015年には6代目山口組の幹部入りを果たし、6月には若頭補佐兼中部ブロック長という重職に就き、実質的な山口組ナンバー3への昇格を果たしたのである。こうして山口組はナンバー1、2、3を弘道会出身者が占めるという形となっていった。
この人事は6代目体制の基盤固めという意味合いだけでなく、7代目8代目を見据えた布石でもあり、竹内の昇進は山口組の新体制を象徴する出来事でもあったと言える。関東の有力暴力団である住吉会の最高幹部が神戸山口組の結成式に参加するという事態が起きる。これに対し竹内の兄弟分である稲川会の内堀和也が弘道会の定例会に出席する。内堀は当時稲川会のナンバー2であり、理事長にまで昇進していた。稲川会は住吉会に次ぐ規模を誇る関東の大組織である。その理事長が弘道会の定例会に出席するという事実はヤクザ業界に大きな衝撃を与えた。だがそれ以上に竹内の存在は国境を越えて認識されることとなった。2015年4月21日、アメリカ財務省が衝撃的な発表を行う。竹内率いる弘道会を国外の著しい犯罪組織とし、彼をその指導者として認定したのである。これは単なる認定にとどまらなかった。アメリカ財務省外国資産管理室は竹内を金融制裁の対象に加えると宣言し、さらにアメリカ財務省は竹内が率いる弘道会も同時に制裁対象に指定した。弘道会は山口組内で極めて暴力的であり、組織運営に強い影響力を及ぼしていることが理由であった。制裁の内容は極めて厳しいもので、アメリカ合衆国の司法権が及ぶ範囲の資産は全て凍結された。さらにアメリカ人との一切の取引も禁止された。一階の暴力団幹部が世界最大の超大国から危険視されるという異例の事態だった。実はこの制裁には深い意味が隠されている。アメリカが竹内個人というより弘道会の組織力そのものを問題視していたのである。弘道会は暴力団でありながら巧妙な手法で金融取引を行っていたと言われている。その取引規模は国際的な影響力を持つほどだった。制裁によって竹内と弘道会の活動は制限されることとなるが、それは同時に竹内の存在感を世界に知らしめる結果となった。竹内はこの制裁を受けたという事実を冷静に受け止めたと言われている。むしろこの制裁を組織の結束力を高める絶好の機会として活用したのである。世界から警戒される存在となった竹内はその後も着実に影響力を増していく。アメリカによる制裁は国内の暴力団社会にも大きな衝撃を与え、国内の暴力団組織からの警戒も一層強まっていくことになった。こうして竹内の名は暴力団の歴史に大きく刻まれることとなるのである。彼の出世は山口組における弘道会の独裁体制と共に歩んできたわけだが、若くして高山清の信頼を勝ち取り、山一構想では驚くべき手腕を見せつつ、自らの能力で山口組ナンバー3の座にまで上り詰めたのもまた事実である。戦略的な判断力と冷静な指揮能力、さらに部下からの絶大な信頼を得る人心掌握力、これらの能力はあの高山でさえも舌を巻くほどだったと言われている。そして今、竹内は新たな転機を迎えようとしている。現在の6代目山口組組長司忍は82歳を迎えた。竹内はすでに7代目山口組を見据えた動きを始めていると言われており、その手腕は周囲からも注目されている。7代目山口組の時代が訪れた時、竹内はさらなる頂点を目指すことになるだろう。そんな竹内の姿はまさに現代のヤクザの象徴とも言える。竹内輝明という男が今後どのような足跡を残していくのか。暴力団の世界は新たな時代の幕開けを迎えようとしているのである。竹内の存在はもはや暴力団の幹部という枠を超えている。その影響力は日本の暴力団界全体を覆い尽くすほどの広がりを見せている。関東の稲川会から関西の弘道会まで、竹内の人脈は驚くべき広がりを持つ。さらに海外からも警戒される存在となった今、竹内の動向は世界規模で注目されている。今は静かに確実に力を蓄えていく竹内輝明。この男の真価が問われる時がいよいよ近づいているのである。ここまで竹内輝明という一人の男について解説してきたが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆様の感想をお聞かせいただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。